ファンデリア消えちゃった。こんにちは、MB サポートの管理人です。本日は真鍮製のイーゼルを購入したので紹介します。まあ、イーゼルといっても写真立てやタイルなどを飾るためのディスプレイ用です。昨年紹介した真鍮製ファイヤースクリーンよりも前に購入した品です。撮影はビアマグのすぐ後に終わっていましたが、PUBG で遊んでいたら遅くなりました。へへ。10年くらい前からおしゃれな雑貨屋さんで見かけて欲しいと思っていました。その時の販売価格は5000円から6000円で、とても手が出せませんでした。まあ、購入を断念した最大の理由は用途がなかったということです。しかし、今は用途が見つかりました。2016年に購入したモナリザを飾る何かを日々探していました。キャンバス風なものにプリントされたちょっとおしゃれなモナリザです。またそれかと言われるかもしれませんが、グラナダテレビ制作のシャーロック・ホームズの冒険最後の事件でルーブルから盗まれた絵です。まあ原作にはなかった話なのですが、レ・エディション・ブラウン・パリス・ミューズ・ドゥ・ルーブル、発音わかりませんが、出どころ不明ですがあまり見かけないのでお気に入りです。アニメ名探偵ホームズミセス・ハドソン人質事件ではジョコンダ夫人の肖像がモリアーティの狙いの一つでした。さて、真鍮製イーゼルの原産国はイタリアで、フォンデリア・アルティスティカの製品と思われます。今度は読めたね。今でも購入可能ですが、新しいデザインのものが出回っています。私はクラシックデザインのこれが好きですけどね。高さは約39センチで、横幅は 19.3 センチです。上部が王冠みたいでお気に入りです。金型鋳造で作られていて、凹凸のある装飾が素敵です。経年劣化で輝きを失っていますが、真鍮用の汚れ落としで磨けば復活します。フレーム両側のリベットみたいな飾りも重厚感があっていいですね。背面に装飾はなくへこんでいます。材料の節約とも軽量化とも考えられます。製造工程の都合でこうなるのか、まあ量産されているものですからそこは。ここは中央の柱が稼働する部分で、広げて立たせたり折りたたんだりできます。まあ当然ですね。こんな風にね。台座の奥行きは約4センチと広いです。重量は 703g でした。結構重いです。それでは18センチ ×26 センチのモナリザを飾ります。あれ？イーゼルの素敵な装飾が隠れちゃいましたね。あれれこの部分が隠れると変な感じですね。そう思いませんか？イーゼルと飾るものの大きさのバランスって大事ですね。上部の飾りを隠さないように飾るには、高さ22センチまでが限界と思われます。まあ20センチが妥当かな。これなら飾るものも真鍮製イーゼルも両方とも楽しめますね。カレンさんで購入したムリーリョは高さ17センチ、横幅21センチでいいバランスだと思います。モナリザを飾るにはもうワンサイズ上のイーゼルが必要でした。額縁の色やデザインもこちらの方が合っていると思います。
高さ20センチのフェルメールは、ギリギリっていうのも良くないものですね。もう少し余裕が欲しいですね、この部分の。そうすると高さ18センチくらいが限界なのかもしれません。横なら問題ないですね。なかなか難しいものですね。大英博物館のお土産、ロゼッタストーンのタイルはどうでしょうか。おっと、15センチの横幅では滑り落ちそうで怖いです。ディスプレイ用のイーゼルはなかなかサイズ選びが難しいですね。シンプルな木製イーゼルならそこまで気を使いませんが、真鍮製イーゼルとなるとイーゼル自体も飾りの一つになるので、少しでもイーゼルが見える飾り方をしてしまいます。最後までご視聴いただきありがとうございました。MB サポートの管理人でした。バイバイ。イーゼル選びは難しい。あと、真鍮製イーゼルは高い。Too expensive, more cheap.